ハイグレードケンプファーのキャンディー塗装をやってみよう。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画はこちら。機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争よりハイグレードケンプファーです。2008年8月発売。価格は2200円です。ちょっと前まで1980円だったんですけど、最近値上げがあったみたいですね。今回はこちらをちょっと変わった変更パール塗料を使ってキャンディー塗装をしていきます。登場シーンは少ないんですが、全身に装備した武器を使っての戦いぶりがめっちゃかっこよくて、あとこのケンプファーを出撃させるまでにいろんなドラマがあってめっちゃ好きなモビルスーツなんですよね。ということで今回はケンプファーを全塗装していくわけですが、全体の動画の流れとしては組み立て仮組み、下処理、塗装、ディティールアップ、最終組み立て、完成プレビュー、このような感じでいきます。この動画を最後まで見ると組み立てから塗装まで私の作業を追体験できますので、一緒に作っている気分でご覧ください。それでは行きましょう。それではまずは素組み状態の確認のために組み立てを行っていきましょう。オープン。袋4つ。説明書。パーツ数は少なめで結構サクッと組めそうです。表紙に作例が載っている HGUC の説明書、めっちゃ好きです。そして説明書には全武器の名前が書いてあります。ありがたい。ってことでまずはパーツを切り離していきましょう。使用ツールはタミヤの先細薄刃ニッパーです。ゲートを少し残して切っていきます。そして残ったゲート跡はニッパーを変えて切っていきます。使用ツールはゴッドハンドのアルティメットニッパーです。めちゃめちゃ切れ味がいいので、パチンって切る感じじゃなくてクニュンと切れます。てな感じでランナーごとにパーツを切り離して紙皿にまとめました。関節部分には今では珍しい ABS という素材が使われております。溶剤が浸透すると割れてしまう恐れがあるので取り扱いには注意が必要です。それでは組み立てを行っていきます。各部位の組み立て完了。合体させていきましょう。はい、これでケンプファー素組みの完成です。この曲線美、いい感じに光を当ててやるだけでも造形が際立ってめっちゃかっこいいですね。そしてなんといってもこの武装のボリューム、手に持たせられるのはもちろんのこと、ちゃんと体に全部装備させられるのがいいですね。チェーンマインは別として、稼働させられる場所はいっぱいあるんですけど、膝部分は曲げすぎると後ろのバーニアに当たってしまうので、そんなには曲がりません。はい、それではこちらのケンプファー、分解して塗装を行っていくわけですが、ちゃんと処理してないゲート跡やところどころに合わせ目などがありますので、まずはそちらを処理していきましょう。それではまずはパーツを分解しまして、ゲート跡を処理していきましょう。まずはデザインナイフを使って大まかにこそぎ取っていきます。この時パーツに傷をつけないように注意って言いながら傷つけちゃいましたね。でも大丈夫。スポンジヤスリの400番、600番、800番、1000番。今回は最終的に光沢で仕上げたいので、おまけに2000番で磨いていって、はい、この通りツルツルになりました。ゲートの痕跡はありますけど、表面は均一になっているので大丈夫です。人差し指がなんかラメってますね。てな感じで他のパーツたちも無心で磨いていきます。ラジオ YouTube でも聞きながらやりましょう。続いて合わせ目を消していきます。こういう武器のパーツなんかに合わせ目が出やすいですね。まずは合わせ目部分のパーツを少しだけ開きます。この時に適当な厚紙やカードなんかでやると適度な隙間を空けやすいです。そしてその隙間に接着剤をつけるのですが、今回はすぐ乾く緑の蓋のこちらを使っていきます。蓋に小さい筆がついておりますので、そのまま隙間に接着剤を置いていきます。ちょっとつけすぎかなって思うぐらいがいい感じです。渾身の力でパーツを閉じ込みます。その時にパーツが均一に溶けてむにゅっと出てきたら成功です。超気持ちいい。1時間もしないうちにパーツ表面の接着剤は乾くのですが、余裕を持って3時間ぐらい乾燥させました。ガッチガチです。そのむにゅっと出てきてガチガチに固まった部分をまずはマジスクを使って大雑把に刈り取っていきます。
そして動画を撮り忘れたのですが、ヤスリで整えてこの通り、これで元から一つのパーツだったかのようになります。と、ここでアクシデント発生。片方の肩アーマーにポリキャップを入れるのを忘れておりました。ここは冷静にダボ穴をカットして、ポリキャップを入れ込みます。そしてカットしたダボ穴の破片に接着剤をつけて戻します。ちなみにこれは筋彫り刀のピタッチという道具で、鉛筆の芯の部分が粘着性の素材になっていて、小さいパーツをピタッとくっつけることができます。ピンセットで飛ばしてしまうことを防ぐことができます。右利きの人が多いと思うんで、この筋彫り刀のシール反対向きのが良かったんじゃないですかね。そんな宣伝を挟みつつもこれで修正完了です。それと順番前後しますが、肩アーマーのこちらの黄色のバーニアのパーツ、こちら先にはめ込んで肩アーマーを閉じ込むような構造になってるんですね。なので後からくっつけられるように、こちらの黄色のパーツはバーニア部分だけを切り出しまして、後から付けられるように改造しておきます。ちょっとバーニアが出っ張る感じになってしまいますが、そんなに違和感はないのでこれで進めましょう。あとはこういうパーツにできる線、パーティングラインも消しておきます。パーティングラインっていうのはたい焼きでいうところの羽です。はい、ゲート跡もついでに処理しつつツルツルに仕上げておきました。あとハイグレードのガンプラは先端が尖りすぎないように、こういうフラッグって呼ばれるものがついているんですけど、尖ってた方がかっこいいので切り取っちゃいます。そしてヤスリである程度整えておきました。そして下処理もいよいよ大詰め。ディティールの彫り直し、筋彫りを行っておきましょう。使用ツールは筋彫り刀の BMC タガネ 0.15mm です。これをやっておくと墨入れがかなり綺麗に入っていくので、ぜひやっておきましょう。そして筋彫りをしているとエッジ部分が毛羽立ってしまうことがあります。そういう時はこれ、峰島のキサゲです。めちゃめちゃ攻撃力高そうでもはや槍です。これで筋彫りをしたところをなぞると、エッジの毛羽立ちをきれいに除去することができます。もはや自己満。はい、てな感じで全ての下処理が完了です。全パーツがここに収まりました。それでは持ち手棒にパーツをつけていく作業、通称田植えを行いまして、お待ちかね塗装工程に参りましょう。ここからは塗装パートです。まずはこの辺の関節のパーツを塗装していくんですが、先ほども言った通り ABS という素材でそのまま塗装すると割れてしまう危険性があるので、こちらのガイアノーツのプライマーを吹いておきます。まあ薄い膜を作っとくような感じですね。塗っても透明なので見どころはありません。続いてこちらの武器やフレーム類を塗装していきます。いつもならガイアノーツのサーフェイサーエボガンメタを使うんですけど、今回はこちらを使います。すいません、ラベルは別添えでこれです。アニプラカフェ工房ザクさんの関節腹黒ブラックピーメタリックです。品名は思いっきりネタなんですけど、要は内部フレームなんかに塗るとかっこよく仕上がる、そんな塗料です。それをガイアノーツのメタリックマスターで希釈して使っていきます。そういえば今後このガイアノーツの溶剤値上げされるらしいですね。いきなり 1.5 倍の値段とかになるんでちょっとびっくりなんですけど、今後どうなるんでしょうね。はい、ってことで塗ってみるとこんな感じ。いわゆるガンメタのような色合いになります。金属粒子も細かめで悪目立ちしなくて、本当に内部フレームなんかを塗装するのに適した塗料です。これで武装類なんかも仕上げておきます。これを塗るだけで金属味がプラスされるというか、重厚感が出てかなり使いやすい塗料です。はい、アニプラカフェ工房ザクさんの関節腹黒ブラックピーメタリックの塗装完了です。乾くとつるっとした表面になるので、この後の墨入れも綺麗に入っていけそうです。さあ続きまして、ここからはメインディッシュキャンディー塗装をやっていきます。その名の通り飴のような表面を作っていく塗装です。まずは下地を光沢のブラックに仕上げます。使用塗料はガイアノーツの EX ブラックです。こちらは使用頻度が高いので1対 1.1 ぐらいに希釈してドロッパーボトルに入れております。ちなみに今回はサーフェイサーは使いません。キャンディー塗装っていろんな塗料を使って塗装を重ねていくんで、そうしてる間に細かい傷は結構消えてくれるんですよね。塗ってみるとこんな感じ。テラッテラです。他のブルーのパーツたちも黒塗りしていきます。はい、
光沢ブラック塗装完了です。乾くと若干ヌルヌルテカテカっていう感じは薄まりますが、これで OK です。さあ続きましてシルバーの塗装を行っていくんですが、よくあるこの辺のシルバー塗料は使いません。今回使うのはこちら、プリズム姫なでしこという塗料を使います。こちらは変更パールの塗料で、ピンクや水色に輝く、そんな感じの塗料です。それにしても品名の色味やフォントがなんかのアニメに似てるな。まあだけどあれなんか違うかも。勘違いですかね。この塗料を選んだ理由として、これの上にこの後クリアブルーを塗っていくんですけど、ブルーとピンク成分が混ざって反射した時にちょっと紫色に輝いたらなんかかっこいいかもなって思ってこれにしました。塗ってみるとこんな感じ。めっちゃ綺麗。ちょっと影が落ちたところがなんかピンク色っていうか赤色っていうか、そんな色になってなんかこうウルトラレアって感じですね。そして私いつもよくシルバー塗装はグラデーションをかけて塗装すること多いんですけど、今回は光の加減によって勝手に色が変わってくれると思うんで、均一な感じで塗っていきます。途中でフィルターの交換もやっていきます。これ100均の換気扇のフィルターなんですけど、すぐ目詰まりしちゃうんですよね。なんか交換頻度が少なくて済むおすすめのフィルターあったら教えてください。ってことでバケモプリズム姫なでしこ塗装完了です。いやこの塗料めっちゃいいですね。これでキュベレーとかもちょっと作ってみたくなりますね。さあ続きましてクリアブルーを重ねて塗っていきます。今回はクリオスのクリアブルーを使っていきます。すでにちょっとだけ薄めてあるのでガイアノーツのクリアブルーと色味が違いますが、まあだいたい似たような発色にはなります。そしてこれをそのまま吹くと色が濃くなりすぎてしまうかもしれないので、光沢クリアで1対1に割る感じで使っていきます。まあガイアノーツのクリアブルーでも良かったんですけど、近所のお店にガイアノーツ取り扱いしてるところがないんですよね。なので途中でなくなっちゃった時のことを考えて、今回はクリオスのクリアブルーを選びました。塗ってみるとこんな感じ。この塗料の塗り重ねなかなかいいんじゃないですか。私の語彙力がないのでこの色の感動を伝えるのが難しいんですけど、モルフォチョウみたいです。はい、なんやかんやでクリアブルーの塗装完了です。これいいですね。ちょっと今後も変更パールを下地にいろんなキャンディー塗装やってみたくなりました。さあ続きましてバーニャ類を塗装していきます。こちらは最終的にゴールドで仕上げたいんですが、発色を良くするためにまずはシルバーサフを拭いていきます。塗ってみるとこんな感じ。そして細かく切り離した肩のバーニャは両面テープに貼り付けて一気に塗装しました。続きまして水性ホビーカラーのゴールドで塗り重ねていきます。この後に部分塗装を筆塗りでやろうと思っている場所があるので水性ホビーカラーにしておきました。塗ってみるとこんな感じで黄色みが少ないシャンパンゴールドのようなカラーになります。筆塗りもこの段階でやっておきましょう。全神経を指先に集中させてちょっとだけ息を止めるのがコツです。我慢はしすぎないでください。足部分のバーニャのところもムラなく綺麗に塗れました。はみ出した箇所はマジックリンを使えば下地のラッカー塗装を侵食することなく水性ホビーカラーだけを綺麗に拭き取ることができますよ。あとは肩アーマーのところに白色のラインがあるんですけど、そちらはマーカーで仕上げます。フォーアーティストマーカーのシルバーです。このマーカーめっちゃドバッと出るんですけど、その分ペンムラになりにくいのでめっちゃ綺麗な仕上がりになります。はみ出した箇所は乾いてから綿棒でこそぎ取る感じで落としていきます。はい、ということで大部分の塗装完了です。続いて細かなところに手を入れていきます。さあここからはディティールアップということで、まずは物合い部分に手を加えていきます。もともとはこのようにシールなんですけど、ただ貼るだけじゃちょっと味気ないので、こちらのウェーブのクリアパーツを貼り付けます。まずは取り付けられそうな大きさを確認して穴を開けるというかくぼみを作っていきます。そしてこのような感じではめ込んでいこうかなという魂胆です。それではこちらのクリアパーツ塗装しましょう。蛍光ピンクで塗ってジオンらしい色合いに、裏地をシルバーに塗って反射した時に光るようにします。そして再度カメラアイを取り付けてみますが、思うように決まらない。やり直します。まずは接着剤と硬化スプレーで開けてしまったくぼみを埋めます。そして割り箸ではなく
鉄ヤスリを使ってカメラアイを貼り付けたい部分を平らに整えます。まあざっとこんな感じで。そして平らにした部分を先ほどの4アーティストマーカーでシルバーに塗って、そこにピンクに塗ったカメラアイを貼り付けてみると、いい感じですね。接着剤が固まる前に上下方向のバランスも外装パーツを取り付けて確認しておきました。さあ続いて墨入れを行いましょう。使用するのはタミヤの墨入れ塗料ブラックです。この時先ほど筋彫りをしておいたおかげで綺麗に墨が流れていきます。ただしこのキットあんまり墨入れをする箇所は多くないです。こういうくぼみもブラックにしておきます。ちなみにはみ出してしまった箇所はエナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取れば綺麗になります。さあ続いてデカールを貼っていきます。キットにマーキングシールが付属しているんですが、今回こちらは使いません。ちょうどこのケンプファー用の水転写デカールが買ってあったのでこちらを使います。あとはこの辺りの水転写デカールなんかも貼っていきます。まずは貼りたいデカールをカッターで切り取って水に浸したキッチンペーパーの上に乗せます。そしてしばらく待ってデカールが浮いてくるかなって思った頃合いにこちらのマークセッターをデカールを貼りたい箇所に塗布しておきます。マークセッターなくても貼れるっちゃ貼れるんですけど、位置調整でもたついていると接着が弱くなってしまうんですよね。過去の動画のジムスパルタンの水転写デカールは結構剥がれてしまいましたからね。そして位置調整が決まったら綿棒で水気を拭き取ります。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 水転写デカール貼り完了です。最後ちょっと仕上げとしてワンポイントでシルバーを入れておきます。単なる思いつきです。それとこちらのバーニア部分、ちょっとゴールドだとやっぱり悪目立ちするかなと思ったので、今シルバーを塗ったペンと同じくガーレリのマーカーで塗っていきます。ちょうどガンメタの色が関節腹黒色と似ていたので、これで塗っておきます。このマーカーペン先が細くて細かい箇所も塗りやすいし、塗料ムラにもなりにくいのでめっちゃ重宝してます。下の概要欄に Amazon リンク貼っておきます。そして最後光沢クリアを先ほどのクリアブルーの上に重ねていってテラッテラにしたら全塗装工程とディティールアップ完了です。乾燥を待って組み立て工程に入っていきましょう。はい、各部位ごとに組み立ててきました。それぞれをアップで見ていきましょう。まずは胸部。このツヤツヤ具合。なんかスバルの車を彷彿とさせますね。そしてバーニアの部分は外側はガンメタに塗ったので、内側だけゴールドっていう感じになりました。続いて頭部。めちゃめちゃいい色合いじゃないですか？下地のパール塗料と相まって紫色っぽく見えるところがかっこいい。チタン焼けみたいな怪しい輝きを見せてくれます。カメラアイも存在感がマシマシになりました。続いてワン部パーツ。バーニアは外側からはめ込んでるんでちょっと出っ張っているような感じになりましたが、むしろ存在感があっていいかも。前腕部の塗膜が美しすぎる。続いて腰部パーツ。ケンプファーはスカートがないんで非常にシンプルなんですよね。当たらなければどうってことありません。続いて脚部。このバーニアがいっぱいついた機動力高そうな感じたまりません。そしてやっぱりパネルが大きくて曲面が多いのでキャンディ塗装との相性もバッチリです。最後武装類。これは関節腹黒ブラックピエメタリックだけで仕上げたんですけど、かなりいい質感、金属感に仕上がっております。チェーンマインの黄色の部分は先ほどのガーレリのマーカーで仕上げておきました。ということで合体させていきましょう。まずは腕部を胸部に取り付け、そして下半身を組み立てていきます。腹のパーツをかぶせた後に上半身と下半身をドッキング、ボチーン。そして頭部パーツを取り付け、最後に各種武装類を取り付けたら HG ケンプファーキャンディ塗装の完成です。プラぼっち研究所。
はい、いかがでしたでしょうか。 NT1 アレックスは持っていなかったので、代わりに78ガンダムにやられ役をやってもらいました。武装がいっぱいあるんでポージングがはかどりますね。それでは塗装前のキットと並べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。塗装前は光を当てるとやっぱりプラスチック特有の質感が際立ってしまっていたんですけど、塗装することでまるで車やバイクのボディのようなかっこいい質感に仕上がりました。一見メタリックブルーなんですけど、見る角度によってパープル、紫色っぽく見えるような部分もあり、また光の反射が機体のエッジを引き立てて情報量が段違いです。武装のグレーもよりリアルなガンメタリック調になって武器としての説得力が増してますね。そしてジオン系の機体はやっぱり曲面が多いからキャンディ塗装が映えます。パール塗料を下地に使うのも楽しかったんで、今後も挑戦しようと思います。はい、ということでハイグレードケンプファーをキャンディ塗装してきましたが、いかがでしたでしょうか。元のキットは結構薄めなブルーだったんですけど、キャンディ塗装をしたことによってこのケンプファーのパッケージの色味みたいな感じになりましたね。ちなみにカメラアイはブラックライトを当てると光ります。そしてケンプファーのイメージはなんかこう機動力高めのスピードタイプっていう感じなので、塗装する前からねレーシングカーみたいな爽やかなブルーにしたいなーって思ってたんですよね。それができて大満足です。あとプレビュー動画ではこことここのバーニアが逆になってたんで元に戻しておきました。こちらの背中にある方が大きいバーニアでした。こっちが小さい方です。そして今回はプリズム姫なでしこっていうパール塗料を使ったんですけど、他にもいろいろねパール塗料を持ってて他の色でやったらどんな感じだったんだろうっていうのは結構気になっているんで、今後もまたこのパール塗料を下地に使うキャンディ塗装やってみようと思っているのでお楽しみください。はい、ということでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報や今回のような塗装動画をアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方はぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。X、Twitter もやっていますのでよかったらチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所